H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。こんにちは、みんな。数日後に墓掃除の日が近づいてきました。声明節にはみんなで墓掃除に行きます。事前にやらないといけないんです。まず最初に言っておきたいのは、墓を掃除している間は写真やビデオを撮らないでください。これが実際に私に起こったことです。3月27日にお墓参りに行った皆さんもご存知の通り、主に皆さんに臨場感を味わっていただくために、上記の映像素材をいくつか撮影させていただくことになりましたので、今回撮影させていただきました。しかし、撮影の途中で親戚が私に注意をしに来ました。時々尾行するかもしれないので、墓では写真を撮らないように言われました。当時はそれが大したことだとは思いませんでした。だって、ちょっとした資料を撮っただけなんだから、大したことないんじゃないでしょうか？その日帰った後、私は過去の経験に従い、磁場を高めるために嵐お水で体を洗いました。その結果、次の日目が覚めると、頭が割れるような頭痛に襲われました。それで12時に頭痛薬を飲みました。薬を飲んでから30分もかかりませんでした。うまくいきましたが、今回はうまくいきませんでした。3時に2錠目を飲みましたが、やはり効きませんでした。夜の9時に2錠ずつ飲みましたが、効果はありませんでした。夜の11時、あまりの痛さにソファーで転がってしまいました。突然、親戚が言ったことを思い出しました。私はすぐに携帯電話を手に取り、墓の写真をすべて削除しました。削除した後、空中でごめんなさいと言いました。ただビデオを作りたかっただけです。あまり考えませんでした。悪役を忘れないでください。今後、墓地で何かを打つことはありません。10分もしないうちに、頭痛は完全に収まりました。冷たい空気が側から去っていくような気がした。夏にコンビニに入って外を歩く時の感覚。ああ、パワーよ。パワーに来て、まるで生まれ変わったような気分でした。これは私の個人的な経験です。注意しなければなりません。そして、これはほんの数日前に起こりました。私の個人的な体験を話した後、次にお墓に関する超自然的な話をします。この物語はスーパーナチュラルコミューンから来ています。その話をする前に、なぜ声明節に墓が掃除されるのかご存知ですか？お墓掃除をする理由は親孝行をするためです。毎年声明節の時期には墓掃除が行われます。家族全員が集まり、慎重かつ慎重に先祖に敬意を表します。人々はそれを注意深くしおうと呼びます。みんなで先祖に備える食べ物や紙幣をたくさん用意し、お墓の掃除や整理整頓をします。先祖の墓は後世の祝福とその人の幸運を表している、と誰かが言いました。悪は先祖と大きく関係しているので、風水洞窟に先祖を埋葬するために風水洞窟に行く人もいます。ザ・ギャンブラー2002という映画がありました。その中で、ニックちゃんは地獄の不運な幽霊の主人公を演じ、彼に対してギャンブルをしました。結局、地獄にいる不運な男が金持ちになるのは、祖先の遺骨がお水堀に埋められているから不運だということになる。最後に、彼の先祖の遺骨は宝の洞窟に移され、彼の幸運は大きくなるでしょう。もっと有名なのは、当時の匂い皇帝朱元明です。朱元璋の両親が亡くなった時、朱元璋は棺を買うお金がなかったので急いで埋葬したかったので両親を山まで運びました。しかし、大雨が降り、土砂崩れが発生しました。彼は両親の遺体の半分を埋葬した。朱元璋はそれを見て、その場に埋めた。その結果、人生はプラグインのようなものになりました。彼の行く手を阻む人々は戦死するか、戦わずして倒れてしまう。回復した後、彼は両親の洞窟をより良い場所に移動したいと考えていましたが、現場に到着した劉望遠は、ここが人々がよく劉の洞窟と呼ぶ場所であることが分かり、彼を説得しました。動かさないように。最終的に、朱元璋は無事に即位し、現代の皇帝となりました。風水師は衛星を使ってその土地の位置が良いか悪いかを調べることもあります。
竜穴の場所は風を遮ってエネルギーを集め、冬は暖かく、夏は涼しい環境になるとよく言われます。お墓は乾燥したり、湿気を帯びたり、濡れたりすることはありません。有毒ガスが発生し、空気の温度は比較的一定です。通常、ドラゴンのねぐらには、奇妙な昆虫や動物は存在せず、蛇か亀だけが存在します。そのため、竜の巣は実はとても良い自然環境なのです。風水には幸運のガスがよくあると言われます。今日は怒ってもあまり言いません。風水宝地にご興味がございましたら、メッセージを残してお知らせください。次回は、お墓に関する超自然的な話をします。次の物語は編集後に一人称で語られます。お墓参りに行く予定だったので、家内と息子と私で車を運転しました。の車は両親と叔母に会うためにマンハナに行く予定です。両親の車は比較的大きいので、今回はマンハナに車を止めて、両親の車で三峡へ墓掃除に行く予定です。私たちが到着すると、両親の車の前を一台の車が走り去っていました。それはとても素晴らしい。たまたま駐車スペースがあるたびに、自分が偉そうな気分になって車を止めます。駐車後、トランクを開けて墓掃除道具を両親の車に移す。すべてが移動された後、私は私の息子を車に乗せた時、大声で泣き始めました。彼はどうしても私の両親の車に行きたくなかった。まずは後部座席に座ってから母親に赤ちゃんを預けて試してみてくださいと言いたかったのですが、母親は気にしませんでした。どうやって彼をなだめますか？私は車に乗りたくなかったので、車のドアの近くまでは平気でしたが、車に乗りたい時は非常に抵抗しました。息子は以前にもこの車に乗ったことはありましたが、こんなことは初めてでした。この時、母が車でお墓参りに行くというので、荷物を車に戻しました。予想外だったのは、私が車に戻るとすぐに息子が後部座席に座り、リアガラス越しに両親の車を眺めていたことです。彼はとても普通になって泣いたり騒いだりしなくなったので、私たちは出発しました。お墓の掃除をしていた両親も車で一緒に来てくれました。墓の掃除をしている時に、私は奇妙なことを考え始めました。両親の車に乗っていた時、いい香りがしました。最初は母親が持ってきたのかと思いました。線香ですが、墓掃除の過程で、線香の準備はおばが担当していたことに気づきました。そのため、車には線香がなく、匂いは線香か金紙を燃やしているようなものでした。私も思ったのですが、生命節の時に誰かが祈っていたからでしょうか？しかし、元に戻ります。私たちの車にはそのような匂いはありません。私たちの車は前後に並べて駐車しています。では、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか？墓掃除の帰り道、母に聞いてみました。私の母も車の中で線香の匂いがしたと言っていたので、お墓の掃除にあなたの車に乗った方がいいと言いました。彼に従うのは家の神ではないかと思い始めました。疑問符？両親の駐車場に到着し、父が車に乗り込むと、車の窓が故障しているようだった。4つの窓のうち3つは上げ下げできず、ナビはコトートを出し続けた。テストの途中で、息子が私の足の後ろに隠れて、最低だ。私は何と言ったの？最低だ、と言いました。この時、ラジオから女性っぽい音が聞こえてきましたから問題が発生しました。私たちはラジオをつけませんでした。もしかしたら本当に故障していたのかもしれません。お父さんがそう言ったので、お父さんはまだ早いうちに元の工場に車を持って行って修理することにしました。しかし、彼が出発するとすぐに車の駐車グリッドは正常であることが判明しました。窓もナビも正常でした。お父さんはそれは関係ないと言った。メンテナンスに出しても大丈夫です。たまたまメンテナンスをしていたので。それから、後で私たちを送って食事をすることができます。私もうなずいて同意したので、両親に付き添って整備工場に行き、車を止めました。
それから両親を連れて家に帰りました。家に何かを取りに来た別のおばに会った時、母は彼に今日の冒険について話しました。この時、おばちゃんが、角にご飯の向かいの駐車スペースに止めるんですかと言いました。私たちは皆、それが正しいと言いました。それがその位置でした。この時、何も考えずに飛び降りた人がいたとおばが言っていました。私は悪感を感じながらすぐに立ち上がり、手を伸ばして母に見せました。両親の手も冷たくなりました。なんと、私はどうでしょうか？私は、息子は今日一体何を見たのでしょうか？その時初めて母が、私が最後におばと一緒に家を見に行った時、玄関に着いた時、あなたの息子さんは泣き続けて中に入れなかったのです。家を出るのが普通だったと言いました。後で、その部屋で何かが起こったことがわかりました。子供には物が見えると聞いたことがありますが、自分の子供が、会った時は本当に何も言えませんでした。私たち全員が沈黙していました。その時、息子が沈黙を破った。彼は角を指さして、そこにおばさんがいるよと言った。私の母は私が幼い頃に亡くなりました。ある年、私は生命節の期間中にお墓を訪問しなければなりませんでした。交通渋滞は非常に深刻だったので、私たちは母親に敬意を表するために館の中へ歩いて入ることにしました。お母さんの館は3階にあります。3階ももちろん人が多かったです。どのフロアも人が多かったです。館を礼拝するときは全員が遺骨の入ったキャビネットを開けます。ある日、あまりにも退屈だったので、なぜ気が狂ってしまったのかわかりません。実際に私も兄の後を追って、野菜市場のように関東の周りを歩き回りました。あちこち見て回りました。兄が私を引っ張って、他の人の塔を見に行きました。最初の兄はこれが良いと言った。私はまだ若かったので、このキャビネットを見た時は死にました。それを開いた人たちは全員を見て、一度言いました。開けていなかった兄弟は、まるでブラインドパッケージを開けるかのように、他人の骨等を眺めるために特別に開けさえしました。横からは返事はしませんでしたが、兄の言ったことが本当に面白くて耐えられませんでした。私は大声で笑いました。その日の正午に帰宅した私は、ベッドに横たわり、窓の外でチリンチリンという風鈴の音を聞きながら、携帯電話を操作していました。とても快適でした。ゆっくりと眠りに落ちていきました。寝ていると、目を開けると風鈴の音がどんどん大きくなっていきました。開けてみると、窓の外の風鈴の下に人がしゃがんでいました。私はあまりにも怖くなって逃げようとしたとき、動けないことに気づきました。とても緊張して泣きそうになりました。目を閉じると風鈴の音が鳴り続けました。ディンディンディン風鈴の音がどんどん大きくなり、近づいてくるような錯覚さえ覚えた。私は心の中で、ごめんなさい、兄を止められなかったのです。許してください、と静かに言いました。私の耳の中で男の子が、というのが聞こえました。続いて私の兄弟が続きました。簡単大きな音がするとすぐに動けるようになりました。私はすぐに立ち上がって兄の部屋に行くと、兄が床に横たわり、口から泡を立てて体を引きつらせていました。我が家はワンフロアのマンションなので、幽霊が兄のベッドを押さえつけていると皆に知らせるために、すぐに1階に走っていきました。おばあちゃんは口から泡を立てて震えていました。彼女はすぐに父に、弟を抱いて隣の祭壇まで連れて行ってくれるように頼みました。この祭壇は織物の詰まりなどの対処に特化しています。私たちが通り過ぎるとすぐに祭壇の所有者は唖然としてこう言いました。なぜ、その後、後ろにたくさんの人がいるのに何をしているのですか？私は、ただ、兄が関東に行って他の人の塔の位置を見に行き名前を言いこの人はとても若くてあの人は幼い時に亡くなったと言いまし。父親は弟の顔を平手打ちし、子供はまだ小さいから、ごめんなさい、許してください、と頭を下げ、後で対処したという。祭壇の所有者が亡くなった子供たちはまだ幼いので、
彼らにチャンスを与えるほど賢明ではないが、墓を掃除することを忘れないようにする必要があるというのに約1時間かかりました。自分が心の中に持っているものと持っていないものの束について考えないでください。ご先祖様にはただただ感謝の気持ちを持ちましょう。この出来事は本当に私に大きな教訓を与えてくれました。それ以来、私は墓を掃除するときに目を吐くだけでよくなり、周りを見回すことはなくなり、心の中にあるものとないものについては決して考えなくなります。心の中で先祖に感謝する物語は墓掃除の日で終わります。誰もが墓を掃除するときは火の使用に注意しなければなりません。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに多くの投稿ポジションがあります。また次回お会いしましょう。